こんにちは、アレスチャンネルです。今回はあなたの前世がわかる本。著者のポール・ローランドさんは心理カウンセラーであり、カバラ瞑想の師匠でもあるそうです。早速ご紹介していきましょう。自分は生まれ変わって今に存在しているという可能性を受け入れると、あなたの性格や今置かれている状況が環境や遺伝だけによるものではないと思えるでしょう。自分の個性や悩みや強い望み、あなたの特徴や健康問題も前世の経験の表れということに気づくでしょう。前世を探ると、あなたはもはや自分の人生の消極的な観察者ではなくなります。自分ではどうにもならない出来事に振り回される操り人形のような人生を送ることはもうありません。自分の人生を切り開く力を持った積極的な参加者となるのです。前世や来世を今一つ信じられない方もいるかもしれません。ここで最も有名な前世の記憶を持ったインドの少女、シャンティ・デビのお話をご紹介しましょう。シャンティは1926年、インドのデリーで生まれました。3歳になった頃からシャンティは自分には夫や子供がいるという話をして家族を面白がらせるようになりましたが、両親はそれを子供の作り話として聞いていました。7歳になるとシャンティはより詳細な内容を語るようになりました。シャンティは自分の前世の名前はラドギという名前で、夫の名前はケダーナス。デリーからさほど遠くないマトラという町に住んでいて、子供が2人いて、1925年、3人目の子供の出産の時に自分は死んだというのです。当時住んでいたという家の様子や嫁ぎ先の親戚などについても話をしました。あまりにも詳細な話をするので、両親は彼女を心配し、ついにシャンティの叔父、チャンドが、シャンティの話が本当なのかどうか、シャンティが住んでいたというマトラの住所に手紙を出すことにしました。手紙の内容はシャンティが言うように、そこにラドギという女性が住んでいたのか、夫だというケダーナスという人物はいるのか、自分の姪っ子シャンティはそのラドギの生まれ変わりだと言っているという手紙です。マトラのその家に住む男性はその手紙を見て驚きました。ケダーナスというこの男性は妻のラドギを失ってから8年経ってなお、妻を失った悲しみから抜け出せずにいたのです。ケダーナスはラドギが生まれ変わってデリーに住んでおり、2人で送った生活を記憶しているという事実を受け入れることはできませんでした。何かの詐欺ではないかと疑ったケダーナスは、デリーに住んでいるいとこのラルにその少女について調べて問いただすように依頼しました。少女が嘘をついているかどうか、ケダーナスのいとこラルには見破ることができるはずです。ラルがセールスマンを装ってシャンティの住んでいる家を訪れました。玄関に現れたシャンティは甲高い歓声を上げて驚くラルの胸に飛び込んできました。ラルが口を開かないうちにシャンティは、お母さん、この人主人のいとこなの。マトラで私たちのすぐそばに住んでいたんだけど、今はデリーに引っ越しているの。会えてとても嬉しいわラル。早く中に入って主人や子供たちのことを教えてちょうだい。と言ったのです。シャンティの両親や親戚とともに、ラルは何年にもわたってシャンティが証言してきたことが全て事実であることを確認しました。シャンティの両親はケダーナスを自宅に招待することにしました。ケダーナスは息子の一人と共にシャンティの家に訪れると、シャンティは二人を愛称で呼びながら泣いて抱きしめました。ケダーナスが涙を見せると、シャンティはケダーナスしか知らない優しい言葉で慰めました。この不思議な話はたちまち噂になって新聞などで報道され、やがてインド政府による正式な調査が行われることになりました。研究者たちはシャンティをマトラまで連れて行き、前世で住んでいたという家に案内させることにしました。記者がマトラに着くと、シャンティは歓声を上げ、駅のプラットホームにいる数名の人々に手を振りました。そして同行していた研究者たちに向かって、あの人たちは
夫の母親と弟だと言ったのです。それは本当でした。さらに驚くべきことに、汽車を降りてその人たちと話を始めたとき、デリーで使っていたヒンディー語ではなく、マトラ地方の言葉で話をしたのです。シャンティは生まれて7年間、この言葉に接したことはありません。その後も詳しく調べたインド政府調査委員会は、生まれ変わりが証明されたという調査結果を公表しました。この話はとても有名ですが、他にも世界中で前世の記憶を語る人たちはたくさんいます。何千年もの間、世界中の様々な宗教が前世の存在を受け入れてきました。チベットや古代エジプト、古代ギリシャの宗教概念では、私たちは前世からの生まれ変わりで、そして来世に生まれ変わるという理解に基づいたものだったのです。あなたはシャンティのお話をどう思いましたか？あなたにも前世の記憶が残っているかもしれません。ここであなたに15の質問をします。この質問の中で、はいと思った数を数えてください。正直に自分の反応に素直に答えてみてください。では行きましょう。一つ目、歴史の中で特にずっと惹かれている時代はありますか？二つ目、はっきりしたつながりはわからないけど、ある場所に惹かれているということはありますか？三つ目、自分は間違った時代に生きていると感じたことはありますか？四つ目、自分の家が別の場所にあると感じたことはありますか？五つ目、夢にしてはあまりにもリアルな遠い昔の夢を見たことがありますか？六つ目、今の関係では説明できないような強い感情的なつながりを友人や家族や知り合いに持っていますか？七つ目、知り合いの誰かに対してその人をなぜ嫌っているのか理解できないまま説明しがたい敵意を感じたことはありますか？八つ目、あなたにとって失われたある場所や時代への思いをかき立てる音楽はありますか？九つ目、原因を見つけることができない慢性的な病気や健康問題はありますか？10番目は、原因がわからない恐怖症や不合理な恐怖に悩まされていますか？ 11. あなたは周りの人から悟っていると言われたことはありますか？ 12. 自分には今以上のものがふさわしいと思ったり、今の環境は自分にはどうすることもできないものによって定められていると感じたことはありますか？ 13. 他の文化に対して特に強い興味を持っていますか？ 14. 子供の時、その年齢にしては珍しい能力や知識を発揮したことはありますか？ 15. 最後です。初めて訪れた場所なのに、ここに来たことがある、いたことがあると感じたことはありますか？質問は以上です。この中で、はいが0か1つの方は、過去の生まれ変わりがあり得るということを否定するように育てられたので、無意識のうちにその記憶を抑制してしまった可能性があります。あるいは現在のことで頭がいっぱいで、前世のことを真剣に考えたことがないだけかもしれません。でも、今あなたがこの動画を見ているという事実が前世を探れるかどうか考えていることを示しており、このテーマに引き付けられたのは偶然ではありません。はいが2から4つの方は、前世の記憶が断続的に現れ、無意識のうちに潜在意識でそれを思い出しています。あなたは前世と意識的なつながりを持つ準備ができています。はいが5つ以上の方は、前世と非常に強いつながりを持っており、あなたは前世の記憶を自発的に呼び起こす準備ができています。あなた次第で現在に生まれ変わった目的を明らかにすることができるでしょう。では、実際に前世を探る方法をご紹介しましょう。この方法を対抗と呼びます。対抗とは、無意識から前世の記憶を回復する方法です。具体的にその方法を見る前に、前世を探るとはどういうことか、
その真の目的は何かを知ってください。前世に由来する心を乱されるような記憶に立ち向かうと思うと、あなたは身構えてしまうかもしれません。けれど、恐れや不安を感じる必要はありません。あなたは明らかになっていく前世の観察者で、それが自分の現状や性格、問題に対する理解を与えてくれ、役立つということに気づくでしょう。また、今、現世であなたを悩ませている人との争いの原因を発見できるかもしれません。この対抗を行うと、あなたはさらに強くなり、悪夢や不満や不安がなくなっていくことに気づくでしょう。ところでよくある誤解ですが、対抗からの効果を得るためには、何か心理的な問題に悩まされていなければならないとか、対抗は治療の一種であるという誤解があります。対抗によって前世を探る最大の理由は、より大きな気づきを得るためです。魂の軽視された面から、あなたの才能や技術、今まで気づかなかった性格を発見し、これを発展させるための自信をあなたに与えてくれるということです。対抗は、あなたの独創性を強くしたり、転職を見つける手助けをしてくれるかもしれません。あなたがなぜ今の仕事に落ち着かなさを感じるのか、特定の場所に惹かれるのはなぜなのか、そうしたことを知る助けになります。一番大切なのは、対抗はあなたの人生の意味や目的に答えを与えてくれるということです。この世で死ぬということは終わりではなく、単なる人生と人生の間の移動の段階だということを明らかにします。死と再生という命の自然なサイクルについて理解すると、何かを失う痛みが和らぎ、未知への恐れがなくなります。では、具体的な方法を見ていきましょう。最初に大まかな流れをご紹介すると、まず瞑想、そしてビジュアライゼーションという方法で意識の深い部分に触れ、潜在意識に蓄えられている前世の記憶が意識的に現れます。そして瞑想やビジュアライゼーションを高いレベルに導くためのサードアイ、第三者の目を開くことです。瞑想は心を静めて意識の内側の世界に入り込み、軽いトランス状態になることを目的としています。慣れてくると数分でそのような状態にたどり着けるようになりますが、それまでは訓練が必要です。では、瞑想とビジュアライゼーションをやってみましょう。まず、目を閉じて静けさに浸りましょう。何か特別な経験を期待してはいけません。ただ静寂を楽しみましょう。心の中には何もない真っ白な状態を保てるようにしてください。もし何かの思考が浮かんできたら、それが浮かんだことに気づき、しかし、それに意味を置かないでください。あなたの心を優しく真っ白な状態に戻しましょう。あなたは思考に対する反応はコントロールできますが、思考自体はコントロールできないのです。思考を押し込めようとすると、それに重きを置いてしまうため、結果、あなたの思考にあなたがコントロールされ、注意散漫になってしまいます。自分自身に我慢強さを持ち、初めは気が散ってしまっても落胆しないでください。真っ白な状態をある程度保つことができれば、次にビジュアライゼーションという方法で潜在意識にアクセスします。ビジュアライゼーションは心理療法などで確立されている潜在意識を探るテクニックです。では、瞑想の状態で白い羽を思い描いてください。その白い羽は、あなたが息を吸うと浮かび、息を吐くと落ちるようにイメージしてください。この訓練を繰り返し、ビジュアライズできるようになったら、次に、あなたの意思によってのみ部屋を動き回る白い羽を思い描いてください。これを何度も訓練していくことにより、あなたは対抗によって潜在意識とつながることができます。そして、瞑想とビジュアライゼーションを高いレベルに導くための方法、サードアイを開くテクニックもご紹介します。まず目を閉じて、自然で安定した呼吸のリズムを作ります。程よくリラックスしたら、
右手の人差し指を実際に肌に触れることなく額の中心にできるだけ近づけます。離したり近づけたりを繰り返し、指と額との間に抵抗を感じるまで続けます。抵抗を感じることができれば、この反発力はあなたのオーラそのものです。この弾力性を感じることができたら、指先で額の中心に小さな円を描いていきます。この丸がサードアイ、第三の目ですね。あなたは今、サードアイが刺激されてムズムズする感じがあるはずです。そうして、額の中心に白い光の球体を思い描き、そのエネルギーのぬくもりがサードアイに入っていくのを感じてください。頭の中でその白い光があなたを包み込むくらいに膨張するのを見てください。その光に足を踏み入れてください。反対側には何が見えますか？このスピリチュアルな視覚を司る器官であるサードアイを開き、それを発達させることによって、瞑想とビジュアライゼーションがより高いレベルに導かれるでしょう。以上があなたが対抗するために必要なテクニックです。最初はほんの短い時間でも構いません。続けることによって、きっとあなたは潜在意識と意識的につながれるようになるはずです。輪廻転生における一つの説として、偶然の出会いはないというものがあります。すべての重要な関係には、あなたの魂を教育し続けるという目的があります。人生が教室だとしたら、大切な人たちはあなたのクラスメイトのようなもの、ソウルメイトです。ソウルメイトとの関係は人生によって異なるかもしれません。親子、夫婦、友人や恋人が役割や性別が入れ替わったりすることもあります。あなたはソウルメイトと共にいくつもの人生にわたってその関係が持つ教えを学び、先へ進めるようになるまで何度も生まれ変わりを繰り返すのかもしれません。あなたが長い間知っていると感じる人がいるなら、その人がソウルメイトである可能性が大いにあります。覚えておきたいことは、人間関係は前世の縁で運命づけられているわけではないということです。前世での経験は、あなたと交わる人の傾向や付き合い方を同じようなものにしがちではありますが、前世での結びつきが人との出会いをコントロールすることはありませんし、あなたの行動を決定づけるわけでもないのです。あなたはソウルメイトと結婚するとか、前世の敵と現世でも戦うことを運命づけられているわけではありません。あなたは常に自分の反応を変える力、困難な関係を協力的なものへ変化させる力を持っています。実際に前世で敵対していた人と現世で出会ったとしたら、悪意を愛情や思いやりに変え、過去の関係を和解に導くためかもしれません。もしあなたがソウルメイトに出会い、その人なしには生きられないと感じたとしても、そのために全てを投げ出すべきではありません。その出会いには別の目的があるかもしれません。前世からのソウルメイトに出会ったとしても、今の配偶者のもとを去る言い訳にしてはいけません。ソウルメイトは現実逃避や自分を正当化するために与えられたものではありません。ソウルメイトは人生のすべての経験を共有できる人です。良いことも悪いことも、取るに足らないようなことも。自分のことを語らなくていいとき、あなたはソウルメイトといることがわかるでしょう。暗黙のうちにあなたの感情を理解してくれるからです。その人がいると、あなたは安らぎに満たされ、ロマンチックな愛や肉体的な魅力を交えなくても分かり合います。ソウルメイトを探すことが不毛な遊びだと言いたいのではありませんが、もしあなたがソウルメイトを探すことを人生の軸としてしまうと、人生を前進させる力を失うでしょう。また、しばしばソウルメイトとは異性で、あなたの恋人になるべく定められているとされていますが、あなたのソウルメイトは、あなたと生まれ変わりの旅を共にするために、親友であったり、親や子供であることもあります。
前世に由来した現世の感情。私たちの感情は健康と幸福に大きな影響を与えます。決着のつかない争いごとは肉体と感情のバランスに深刻な影響を与えることがあります。あなたが今不安や自信喪失、または説明できない怒りや恨み、後悔で苦しんでいて、その原因を明らかにすることができないなら、答えは無意識の奥深く、つまり前世にあるのかもしれません。その場合は、先ほどご紹介した対抗エクササイズを通じて、それらの感情を解放してください。また、依存症も前世に原因があることがあります。アルコールであれ、買い物であれ、食事であれ、ほとんどの依存症の原因は心理的なものです。例えば、前世で貧困のうちに亡くなってしまったら、奪われることから自分を守るために、あるいは今回は不運を乗り越えたことを証明するために、お金と物に対して全てを飲み込むような情熱を持って現世に生まれ変わるかもしれません。また、多くの人たちが前世で学んだ依存的な行動のサイクルから抜け出せないために、同じようなパートナーに惹かれます。依存症から解放する最初のステップは、依存しているものは自分の人生に欠けているものの代替品であるということを受け入れることです。一度その依存物が象徴するものが何であるかを突き止めたら、それを解消する最初のステップを踏み出すことができ、依存物の支配力を弱めることができます。最後に、原因と結果の法則をお話しします。あなたの人生を支配する全能の神はいません。あなたのあらゆる決断がカルマを蓄積し、それを行うことによって、現世、そして来世の出来事の連鎖を引き起こします。カルマとは、過去の行為は良いものでも悪いものでも、いずれ自分に返ってくるという意味です。自分の人生を成り行き任せの出来事のつながりとして見ることは、あなたの神聖な本性と運命を決める力を否定することになります。カルマの法則は、あなたが意識的にそれに気づく努力をしない限り、わかるものではありません。なぜなら、その影響はすぐに感じられるものではないからです。結果は何年も後になったり、時にはいくつもの人生を経て得られることもあるでしょう。あなたの問題のどれが前世のカルマの結果なのか、どれがそうではないのかを判断するのは難しいものです。というのは、カルマはしばしば累積的なものであるからです。あなたは何かをすべきだったのを怠り、最初はそれを無視することができたのかもしれません。しかし、何年、何十年かの歳月、またはいくつもの人生を経て、その何かはあなたに人生の再評価を迫ってくるかもしれません。例えば、他人を騙して利益を得る人は、最初のうちは危機を乗り切り、うまくやってのけたと笑いながら死ねるかもしれませんが、カルマは必ず来世でその行動の結果に直面させます。カルマは良いものでも悪いものでもなく、原因と結果でしかありません。ブッダはこう言います。今のあなたはこれまでにあなたが行ってきたことで、あなたのこれからはあなたが今行っていることである。はい、これで本の紹介を終わります。この本では夢から前世を探る方法など様々なやり方が紹介されています。前世にご関心を持たれたら手に取って読んでみてはいかがでしょうか。ではまた次の本でお会いしましょう。